こんにちは、ゆりです。来年の春、札幌の手稲でカフェ&ダイニングを始めるにあたり、お店ができるまでシリーズをスタートします。第1話では、私たちがどんな選択肢を持っていて、どうやって未来を考え始めたか、そのお話をしていきます。千葉県にいる時はさ、ゆりめもさんもこう普通に働いてて、体調面もよくはなってきてたけど崩す時もあって、なかなか勤めがうまくいかない、お互いねっていうのがあった中で、ありがたいことにというか、私が岐阜でさめちゃくちゃ仕事してたから、物販にはまって、それでめちゃくちゃ仕事してて、一発こうちょっと動けるっていう余力があったからさ、ちょっとなんかこう十分恵まれてるんだけどお互い満たされないみたいな、そういう状況の中で、じゃあちょっともうガラッと環境変えちゃおうってことで北海道行こうと決まったわけじゃん。そういう感じで北海道に来たから、ゆりめもさんも俺もそうだけど、何かをしたくてさこう北海道に来たわけではないじゃん。こっち来てからゆりめもさんは家を作っていく様子を動画で撮って、とにかく YouTube とかで我々のこと知ってもらって、応援してもらって、簡単に言ったら YouTube で収益とかが出てきたりして、ちょこっとずつ好きなことやっていけれたらいいねみたいなのがさ、千葉県の時から2人の中でのちょっとしたこう目標というか、そういう風になっていけれたらいいよねみたいなのがあったわけじゃん。それの延長線上でゆりめもさんはずっと動画作ってたりしてたんだけど、俺はさ何しようってわけじゃないんだけど、どうしようってなった時に、その家を作っていくっていうこと、 DIY っていうのをこうやってたんだけど、多分それも嫌いじゃないんだろうな。嫌だったらできないからね。もう一個なんか知らんけどできたのが、料理だったんだよね。料理は本当に引っ越してきてからマジで丸一日やってたからな。まだだって学校も行ってないから、包丁だって三徳包丁1本とか1ナイフしかなかったし、その中で、北海道来たし、なんかニシンがスーパーで安いぞみたいな、生ニシンがスーパーで1匹100円やぞみたいな、ゆりめもさんの動画にも残ってるけどさ、3匹4匹買ってきてさばいて、なんかちょっとこう料理してみたりみたいなで、あとお菓子作りとかもやってたからね。そういうのでなんか朝から晩までなんか食材触ったり料理やっとる中で、料理系の YouTube すごい見てた。でそしたら有名で人気なジョージさんの YouTube 動画に初めて引っかかって、なんか自己紹介動画みたいなやつで料理の専門学校に行ってみたいなワードを聞いた時に、料理の専門学校っていうのを俺は正直初めて知ったから。そこでこっち引っ越してきたのが1月18日でしょ。1ヶ月2ヶ月家作りとかしてて、落ち着いたぐらいが3月ぐらいだったんだよ。でその3月ぐらいがもう朝から晩までずっと料理してて、ジョージさんの動画に出会って調べて、調理師の専門学校が札幌にあると、オープンキャンパスが3月の31日にあるってことで、その時は楽な気持ちでというか、そこまで意識せずに参加してみようと思って、そのオープンキャンパスに申し込んだわけですよ。そしたら社会人だから、速攻学校側からもうなんか直で連絡来て、4月からの入学をもし希望だったら3月31日にオープンキャンパス来たらちょっと間に合わないから、もしよかったらその前に直接説明聞きに行きませんかみたいなことを、営業だよねゆりめもさんと一緒にレンタカー借りて、その社内の中でゆりめもさんにも相談してたんだけど、バイト続かん、学校続かん、何やっても続かんかったから、ここで料理の専門学校に2年間通ったら通学費も込めて250万ぐらい、ここでそれベットする、もしまた途中で辞めたりしたらっていうのを心配してたんだけど、ゆりめもさんがね、いやそれは多分大丈夫だと思うよみたいな意外な返事を受けて、マジかと、なんか自分では思ってもみない答えをもらったから、で俺の中ではもうなんか説明も聞いてて、行きたいな、北海道来てから何かやりたいとか、このために北海道来たっていうのがなかったから、そういった何かを探してたっていうのもあるんだろうね。だから思い切って飛び込んでみてさ、ピーマンでかすぎる。だからオープンキャンパスは行かずに学校に直接説明聞きに行って、でもう4月から入学です。俺は今もう38でしょ。周り全員高卒だから、30人のクラスの中で俺1人が社会人で、調理師科と調理技術専攻科っていう2つのコースがあって、調理師科は1年間で調理師免許が取れるっていうところだから社会人の方もすごい多いんだけど、2年生の調理技術専攻科に入ったからマジで1人だけの絶対に負けたくないわけ。負けたくないっていうか、ぶっちぎりで1位でありたかったわけよ。座学にしろ実技にしろね。
やっぱなんか恥ずかしいじゃん、倍近く生きてるんだからさ、そういうのでやっぱすごい燃えてたから、当然家帰ってきてからも YouTube とかでさ料理のこと調べたりとかで、そしたらさ、苫小牧に住んでるから苫小牧料理とかも調べてたんで、そしたら友禅さんのチャンネルに行き着いて、近いし行ってみたいねっていう風にゆりめもさんと喋りながら夜お酒飲みながらさ結構見てたわけよ。だから学校行きだして5ヶ月目ぐらいか、友禅さんで働いてた子が辞めるという動画を見て、その時札幌駅にいたんだよね。名店さんのライブで札幌行ってて、その帰りにその動画を札幌駅で見て、速攻履歴書買って、もう札幌駅で履歴書書いてたんだよね。札幌駅のパン屋さんやったから履歴書書いて、でも家帰って、でその時俺風邪ひいてた、声も出んのやけど、家帰って「もしもしYouTube 見て」とか言って友禅さんに電話して面接してもらえるってことになって、本当にありがたいことに拾っていただけて、で友禅さんにお世話になってるっていう。今も料理にやっぱ夢中だから、学校の専攻は西洋料理だしね、食だろうが西洋料理だろうがさ、成果だろうが結局つながってくるっていうのはもうやっぱりこれぐらいの年になるともう分かってるからさ、がぜんやる気が出てね。前期座学第3位、1位ちゃうやん。実技は多分1位なんだよ。2位や、前期は2位で、1年生の後期第3位、落ちとるやねでもね、決して悪くない成績で毎日お酒飲みながらね、フラフラになりながら始発でね、往復4時間ですよ。このまま苫小牧に住み続けるか、北海道の別に移るか、北海道出るかみたいな。これはもうやっぱ第一にお金ですよ。私はもう余力がないから、現実問題お金がないと生活していけないし、資本主義の日本に生きてるんだから、お金は絶対に稼がないとどんどん俺はだよ、心も狭くなっていくし、大概のことはちょこっとだけお金に余裕があれば心の余裕って生まれると思うんですよ。だから絶対にもうお金を稼がなきゃいけないっていう思いがあったわけだけど、料理を始めてさ、まだ1年ですよ、向き合ってね。1年で店をやってもさ、たかが知れてますよ。店ってでも美味しい料理を出せば来るってわけじゃないから、それは俺もすごいもう学んできてるとか見てきてるからさ、本当にそれを思うし、実際美味しいご飯、美味しい料理なんてこんだけ YouTube だろうがなんだろうがで溢れてるから作れるし、だからお金をこう稼がなきゃいけないっていうことをこう真剣にすごい考えてたから、北海道から出てまたじゃあどっか違うところっていうのは、一番薄かったかなと思う。友禅さんで働くか、就職か、就活か、バーで働いてみたいみたいな。とお店をやりたい。結構俺の中で強かったのは西洋料理専攻で、イタリア料理フランス料理ってなってさ、本場のイタリアの食材とかフランスの食材が手に入るかって言ったらそうじゃないから、一番和食が身近にあったし、今働いてるところも一流の和食店だから、なんだかんだ和食が一番身近にあったから、和食を一番勉強してたと思うし、日本人だから馴染みも深いじゃん。和食はすごい一番自分の中で強いなって思ってたから、なんか西洋料理のホテルなのかレストランなのか、そういうところに就職するかなっていうのが結構強い思いとしてあった。それともう一個結構強くあったのは、専門学校というか成果を学ぶ。これは何であったかっていうと、和食にしろ洋食にしろ美味しい料理が作れて、プラスアルファ綺麗なデザートが作れたらめっちゃ強いなっていうのが俺の中であったのよ。地元岐阜で、先輩のやってたお店で働いてたんだけど、すごい抜群のセンスを持ってたんだけど、やっぱデザートを全くやってないんだよね。それが俺はなんか好き、もったいないっていうか、結構需要はあるはずだから、なんか綺麗なデザートが作れたらめちゃくちゃ強いんじゃないかっていうことで、成果理論学びたいなみたいなので、なんか1年生の成果の学校に行こうかなっていうのも、候補としては西洋料理のレストランとかホテルで働くっていうのと一緒ぐらいあったな。だけどその一方でというか、もし素晴らしい物件が出てきたんなら小さくお店やるのもいいよねっていうのは、これはもうゆりめおさんと出会った時から話してることだからさ、ゆりめおさんの描く表現、キャラクター、丸家ちゃんとかさ、そういうキャラクターでカフェをやろうみたいなので、一緒にこうやって生活する前から言ってたことだから、料理をやりだしたから出てきたとかじゃなくて、最初からあったっていうのが正しいと思うからね。例えば専門学校、洋食料理店で働く、西洋料理を学ぶ。であとは物件がもしすごい
物件が出てきたら勝負してみる。でもその中心にあるのは俺の中ではやっぱりお金だったのね。バーで出されてるお酒ってやっぱりリキュールと、柑橘系と、氷とグラスと組み合わせじゃん。俺もゆりめもさんもお酒好きだから経験として知ってるけど、モスコミュールとか美味しいとこマジでうまいから、ああいうモスコミュールとかが作れたら絶対に武器になるなーってのは思ったんだよね。で自分もお酒好きだしお酒のこと勉強したいなーっていうのがあったから、オーセンティックなバーで働いてお酒の知識を身につけるっていうのはすごいありだなっていうふうに考えた。だから今もお酒に関する知識っていうのはすごい敏感かもしれない。ワインに合う料理ってどういう風なんだろうとかさ、そういうなんかワインありきの料理みたいなの発想になってくるじゃん。なんせなんか幅広いお酒の知識があるっていうのはすごい武器になるっていう風に自分の中で思ってるから、オーセンティックバーで働くのはいいなっていうのは一時期思ったよね。毎日今日はどう思うって聞いていました。昨日は学校、今日は就職、明日はお店みたいに日々考えが変わっていて、そのくらいいろんな可能性がありました。そんな日々の中で私はずっと一つの問いと向き合っていました。それは自分の表現でどうやって生きていけるんだろう。パートナーがどんな選択をするのか、就職するのか、進学するのか、それともお店をやるのか、どんな未来を選んでも私は創作を続けていたいと思っていました。今まではグラフィックやパッケージデザインなどクライアントワークの仕事をしてきました。イラストの依頼も受けていたけれど、それは全部誰かのための制作。それはありがたいことでもあるけれど、私にとってはとても神経を使うことでもあって、だからこそ私はクライアントワークじゃない自己発信の表現を考え始めたんです。書いたものが作品として誰かの暮らしの中にあったらいいな。ストック型の収入を作れたら私にもできるかもしれない。そんな思いで少しずつアイデアをノートに書き溜めていました。そんな中、パートナーがある日、あるアイデアを出してくれたんです。それは土地を買って自宅兼店舗を建てて期限を決めて営業した後売却し、次の土地に移動する。そんな定住しないお店という選択肢。最初はびっくりしたけど、すごくワクワクして私たちらしいかもって思いました。土地を買って理想の建物を建てて、飲食店兼なんかそのゆりめもさんの表現とかをこう雰囲気とかいい風に作って、俺もゆりめもさんもやっぱり一箇所にずっととどまって何かをやるっていうのはあんまりこれまでないから、土地を買ってさ、自分たちの思うような建物を建てて、よしちょっと移動したいねってなった時に、それをそのまま譲渡、この建物付きで誰かこのままやりませんかみたいな、自分たちはこれはすごく居心地の雰囲気のいいところが作れたっていうのを移動する時に8割回収できた。それをまた頭金にして次のところに行って、でその次のところでまた土地買って建ててっていうので点々とできたらめっちゃいいねみたいな話を一回したんだよね。最初その話を聞いた時はびっくりしました。土地を買って自宅兼店舗を建てて数年後に売ってまた次の町へ移動する、そんな生き方は聞いたこともなかったから。でもパートナーともともとどこでも好きなことをして生きていけるようにしたいって話していたのを思い出して、なんだかストンと腑に落ちたんです。それってすごく私たちらしいなって思いました。その日も次の日も話し込んで興奮して眠れなくて、次の日は2人ともなんだか呼吸が荒くて、でもそれくらいワクワクしていたんです。これは今考えるとそんなことできたら最高やなみたいな最終形態な気がする。でもなんかやっぱ俺は物販やってたから、安く買って高く売るっていう商売の基本はすごいもう身についてるっていうか絶対だなっていうのは思ってるし、夢物語ではないにしろまだちょっ
と夢物語が強かったかなとは思う。でもいずれやりたいなとは思ってるんだよね。それは私の中にはなかった発想でした。私はもともとどこかで夢を持たないようにしていたと思います。うまくいかなかった時の自分が耐えられない気がしたし、期待すると裏切られることがあるから、最初から期待しなければいい、望まない方がいいって。でもその時は心から思ったんです。そんな風に望んでみてもいいんだって。それにワクワクしている自分に気づいた時、本当に驚いたし、嬉しかったです。今回さ、ゆりみもさんが見つけてきてくれた物件がさ、俺はまさにそうだと思うんだよ。設備もあって、ある程度の雰囲気も決まってて、場所もあって、こんだけの値段ですよみたいな。じゃあ絶対やるみたいな。こんだけのお金で飲食店っていうのができるんだったらやりたいみたいな。だからそのやりたいっていう人が一人で全くの現実的ではない話ではないなとはやっぱ俺は思うから、一人しか住めないんだから、一家族しか1億人もいたら1人ぐらい我々の作ったこの空間がめっちゃいいですねって人おるやろって俺は思ってるわけっていう感じだけど、そこにはやっぱり発信力とかそういったものも必要だから、そこにアクセスできないからね。そんだけゆりめもさんみたいに根気強く調べれる人ばっかりじゃないっていうのは俺は分かってるから、俺も無理だし、今回の本当にその物件が見つかったのもゆりめもさんのやっぱりその根気強いその検索力っていうか、パソコンの前に立ったらどんだけでも調べれますよみたいなその強みがすごい生きた賜物だからさ、難しいんだけど、でもやっぱね、どこか雰囲気みたいなそういうのがあるから、いずれできたらいいよなって思ってるよね。私にとってのやりたいことっていつもとても小さなものでした。静かな場所で一人でゆっくり絵を描いて過ごせたらそれでいい。誰に見せるわけでもなく、ただ描き続けられたら満足でした。誰にも見せなくていい。評価されなくてもいい。でも描きたい。それってものすごく贅沢なことなんですよね。そういう暮らしを叶えるには、生きていくための環境とかお金が必要で、誰かに頼ることや何かのせいにすることで動かなくてもいい理由っていくらでも作れてしまう。年齢、経験、家族、お金、時間、土地。だけど、それらを言い訳にしなかったら、私は何を望むんだろう。パートナーが卒業した後、どう転んでも今の暮らしとは違っている。だったら今このタイミングで、ちゃんと1年後の未来を考えておきたい。そんな気持ちもあって、お店をやるって決めたわけじゃないけど、できるかどうかは一旦置いておいて、とにかく土地を探してみることにしました。ここでお店を出したとして誰が来てくれるんだろう。来たとしてもそれが続いていくだろうか。数年後に売却するとしたらその土地の価格はどうなっているんだろう。安さに惹かれて目が向いたけれど、その安さの理由を見落としていました。大事なのは安い土地を見つけて理想のお店を夢見て一歩踏み出すことじゃなくて、ここでお店をすることでお金を稼いで生きていけるのか調べて想像して判断することだと思いました。次の日からは再開発のある街やこれから発展していきそうなエリアを中心に調べ始めました。
知名度もなく、経験も浅く、交友関係もわずかな私たちが、ただここだって思える場所に出店しただけで、自然に人が集まるなんてことは起きません。それってものすごく時間がかかることだと思ったんです。カフェやお店って地元の方が少しずつ通ってくださることで、少しずつ根が張っていくような存在だと思っているところもありますが、正直そんなに待てる余裕が私たちにはありません。生活がかかっているから、お店を出したらすぐに集客につなげられないといけない。お店をやることが夢じゃなくて、現実の選択肢として見ているからこそ、シビアに考えることが必要でした。この頃に強く思ったのは、書くことが暮らしの延長になるってすごく幸せだなってことです。展示とかギャラリーとか、そういう正面から絵と向き合う場所がちょっと苦手で、だからこそ私は思ったんです。私の表現はもっと身近にあっていい。暮らしの中に溶け込むように、日常の中に置いておけるような作品を作りたい。例えば食器だったり、カレンダーだったり、ポストカードだったり、誰かの暮らしにそっと寄り添うもの。私は人と関わることが苦手で、人前に出るとすごく緊張してしまいます。でも、緊張する世界があるなら、安心できる世界を自分で作っていけるのかもしれないと思うようになりました。そうして見えてきたのが、暮らしは創作で、創作は暮らしそのものという考え方です。この気づきは、これからのお店作りや働き方、表現の仕方にもずっとつながっていくことになります。そんな時、パートナーが見つけたんです。2025年から苫小牧駅前の再開発が始まるという情報です。というわけで、第1話はいろんな未来、可能性を考えながらどう動き始めたかというお話でした。次回は苫小牧という街についてどう調べ、どう決めていったか、その過程をお話しします。最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、コメントもお待ちしています。それではまたお店ができるまで第2話でお会いしましょう。バイバーイ。